牛御前。村上天皇の時代、清和天皇の5世の孫にあたる忠野光仲こと源光仲という者がいた。その子供は武勇に名高い源頼光であったが、その実の弟に牛御前という者がいた。牛御前は母が菅原道真公を祀る北の天神が体内に入る夢を見た後、3年3ヶ月もの間体内に宿り、天行4年西暦941年牛の年3月25日の牛の日、牛の時に産んだ子供である。故に牛御前と名付けられた。牛御前は生まれた時から歯が生え揃い、髪は四方に黒々と伸び、両目は朝日のように輝いて、まさに鬼神のような姿であった。父の光仲はその我が子を見て、殺してしまえと藤原の中光に命じた。しかし母は愛する牛御前を大和の国の金峰山に隠し、荒須崎という女官に密かに育てさせた。牛御前が15歳になる頃には背も高く伸び、色は白く、足は韋駄天のように速く、力も大層強く育ち、怒って睨めば空を飛ぶ者も地を這う者も皆揃ってすくみ上がった。牛御前は悠々自適に暮らしていた。育ての親は女官の荒須崎と夫の荒尾の庄司で、二人の間には日の熊という子供がいた。日の熊は18歳で、親子3人揃って人を人とも思わない力持ちのくせ者であったが、牛御前によく仕えてよく慕っていた。ある雨の日、牛御前は育ての母の荒須崎に、私はどうして育ての親に家臣として敬われるのだ。私の実の親は何者なのか。もしや武士として殺されて家を失ったのではないか。そうであれば私は仇の首を取って父を弔いたいのだと言った。すると荒須崎は、よくぞ聞いてくださいました。あなたの父君は日本に肩を並べるものはないほどの武士ですが、あなたがお生まれになった時、お怒りになって母君がこの荒須崎に預けられたのです。と牛御前の生まれについて語って聞かせた。それからしばらくの後、牛御前は日の熊を連れて金峰山に詣でた際、大臣の一行に出くわした。牛御前は唐突にその大臣の家来たちを足蹴にして、我こそは清和天皇の子孫牛御前である。馬を降りろ、この無礼者め。我が姿をよく見るのだ。と言って馬の手綱を引きちぎった。大臣一行と牛御前たちは刀を抜いてたちまち乱闘となったが、これに荒須崎も乱入して散々に蹴散らし、肝を潰した大臣一行は逃げ帰っていった。この屈辱を受けた大臣は内裏に報告。これを知った帝が驚いて、実の父である光仲を
出し、直ちに牛御前を東国の果てに流せと命じた。牛御前は死んだものとばかりに思っていた光中は家来を呼び集めて事情を尋ねた。すると牛御前を殺すように命じられた藤原中光がすべてを白状し、激怒した光中は、お前は私を裏切ったのだ。我が命に背き、悪事をなし、家に危機を招いた。七代末までの追放とする。と申しつけた。光中は肩を落とし、去っていった。この光中はかつて、牛御前と同じく、殺せと命じられた光中の子、美女御前の代わりに、我が子の首を差し出していた。そして今度は、牛御前を逃がした代わりに、自らを追放され、それでも、家臣の望むところ、と言って、髪を切り、行き先も告げずに出て行った。その後光中は、牛御前を騙して、東国の果て、下総の国に流してやろう。と考え、渡辺の綱を使わせて、荒崎を呼び出し、家臣たちとその策を練っていったが、その中で坂田金時だけがそれに反対し、さすがは清和天皇の血を引く牛御前だ。あの大臣は公家の中でも無礼者で気に食わない。この金時がいつか手を下して首をねじ切ってやろうと思っていたのだ。というと、光中は、金時よ、代理での出来事はお前とは関わりのないこと。命に背けば、位や家を失い、身を滅ぼすことになるぞ。と諌めた。すると金時は、光中様は仁義、礼儀を重んじる誠実な方ですので、公家の大臣のざれ言で、ご自分やご子息が被害を被っているのに、それでも神仏のように帝を敬われている。私は今回の件で遺恨を残すのであれば、代理も帝もどうでもよい。邪魔者は皆東国に追いやって、光中様が天下を取られればよいのです。と返すと、綱が、そんなことをすれば世の中は闇となり、光中様は朝敵の汚名を着せられ、悪名が刻まれることになる。今回はともかく言う通りに、牛御前をとりあえず東国にお移しするのだ。と言って諌めた。しかし金時は、このまま牛御前を騙して流してしまえば、牛御前の名が朝敵として刻まれることになってしまう。この金時、そんな話は聞きたくもないし、見たくもない。と言って、耳を塞ぎ、口を閉じて沈黙してしまった。その時、障子を隔てて聞いていた荒崎は、一体私に何をしろというのですかと光中に聞くと、光中は、荒崎とはお前のことか。牛御前に悪事を詫びさせなければならない。と答えた。すると荒崎は、若君は誰のお子だというのですか。牛御前はあなた様のお子でございましょう。金峰山の件は相手の無礼が始まり、若君は尊い身分でありながら日陰者として笠を深くかぶられていたのです。それで相手に礼儀を教え、それがわからないようであれば無礼討ちにしようとしただけです。
それを咎めて東国の果てに流すとは情けない。いつかは国の主になられるお方と願っていましたのに、どこに流されようとも若君の住まわれるところこそ若君の都。この父のつらい仕打ち、腹立たしく口惜しい思いです。とたもとを顔に押し当ててさめざめと泣いた。そこで綱と貞光は言葉を添えて、荒須崎を今はとりあえず東国に移しておいて、時を待ってから帰らせればよいではないか。今回は光中様の言う通りに都を下るのだといさめたが、荒須崎は目を光らせて、この上はたとえ許されたとしてもこの国には戻りません。知りもしない東国こそ若君やこの荒須崎の果てるところです。やがて皆が我らを討ちに来られた時には積もる恨みを申し上げましょう。と言って荒ぶる夜叉のごとく光中を睨みつけた。荒須崎は座敷を蹴り立って帰っていった。そうして荒須崎は涙を流しながら家に帰り、夫の庄司に事の次第を告げた。すると庄司は、仕方がない。ここまで来たら、我ら夫婦は命を懸けて、東国のつわものどもと手を結び、東国33国を味方につけて、東の御所とするしかない。まずは言う通りに、都を下ろう。と嘆きながら、夫婦で牛御前の前に出て行った。そこで牛御前が、荒須崎、急な呼び出しで何かあったのかと聞くと、荒須崎は、光中様は若君のお住まいを東にお移しせよとのこと。吉日を選んでここを出ることになりました。と答えた。牛御前は騙されているとは思わずに、それはめでたい。吉日を待たずともすぐに下るぞ。さあ、早く早く。と言ったので、荒須崎は涙をこらえることができなかった。牛御前と荒須崎一家は船に乗り東国へと向かった。そうして東国の地に到着し、牛御前が後ろを顧みれば、都を出発した時には下人を乗せた多くの船があったが、東国に着いた時にはわずか一隻の船を残して、他はことごとく帰っていた。そこで牛御前は火の熊に弓矢を貸せと命じたが、渡された筒の中には一本の矢すら入っていなかった。牛御前はなぜだと悔しがり、公家も代理もことごとく踏み殺す。恨みのほどを知らせてやる。と叫んだ。その後、牛御前の一行は武蔵の国に入り、三田城、霞が関、江戸を過ぎて行き、烏森の小さな宮に出た。そこで牛御前は里人にこの社のことを尋ねると、里人は、この稲荷大明神は
俵の淘汰が建立されたもので、彼が平将門を討とうと祈願して本望を遂げたという霊言新たかな大明神ですので、どうぞお祈りください。と答えた。これを聞いた牛御前は、あの正門を討った大明神とは、その霊言は新たかである。私は東国に下り、平将門ではないが、豊島の代理として記念しよう。どうか私を守りたまえ。もし霊言がなければ、宮も社もみじんに打ち砕き、元の野原へと変えてやるぞ。神通力があるならば、それを見せたまえ。と言って、大木に手をかけた。すると不思議なことに、宮の中から2匹の白虎が現れて、尾を振って戯れ始めた。これを見た牛御前は笑って、私の住むべきところまで付き添いたまえ。と言い、豊島から私の船に乗り、入間川の向かいにある森にやってきた。そうして、烏森の社は、下総の国の人々によって厳重に守られた。一方朝廷では、牛御前が自らを豊島の帝と称し、関八州を味方につけて謀反を企てているとの知らせが入り、これを知った帝は驚いて光中を呼び出し、5万の兵を与えるのですぐに牛御前を討伐せよとの命が出た。光中はすぐに自らの子頼光を大将に任命し、渡辺の綱、酒田の金時、臼井貞光、浦部末武ら四天王に総勢7万人の兵をつけて東国に出陣させた。牛御前たちもまた兵を各所からかき集め、都に向けて攻め上った。そして頼光の軍勢は武蔵の国の三田城に陣を敷き、牛御前の軍勢は鈴ヶ森に陣を引いて戦の火蓋が切られた。霞が関の戦では貞光が庄司を討ち取り、日の熊は父の敵と貞光を血眼になって追っていた。そこで綱が貞光を助けようとしたが、夫を討たれた嵐崎も参戦し、大木をねじ切って親子で敵兵を撃ち散らした。これにさすがの綱、末武、貞光もかなわずに退却を余儀なくされ、頼光ともども武蔵の国から引き上げた。これに関東の兵は勝ち時を上げて豊島の都に帰っていった。その頃、金時は戦には参戦せず、山伏の姿になって江戸の城に潜んでいたが、霞が関で綱らが敗走したと聞いて、このままでは戦の末に牛御前は命を落としてしまうだろうと無念に思い、私は牛御前と酒を飲み交わすほどの仲なので、これより相手の陣へ入り込み、家臣2人の首を取り、牛御前を生け捕りにしてきましょう。と言って、牛御前の御所へと向かった。金時は軍勢を率いて、牛御前の御所に近づき、軍勢を隠して山伏姿で牛御前のもとに向かうと、その時にはすでに宴が始まっていて、牛御前の兵たちは鎧を脱いで歌を歌っていた。その中に金時は堂々と入っていき、牛御前と対面して
事の次第を伝えると、牛御前は、お前の気持ちは嬉しいが、ここまで来ては戦でけりをつけるのが筋であろう。そんなことより、都から来た酒の切れた金時に酒を振る舞ってやれ。と、日の熊に命じた。日の熊が大きな杯に酒を注いで持ってくると、金時は使命を忘れて大喜びし、これを一息に飲み干した。すると牛御前は笑って、あはははは。酒好きの金時は、まさに東の荒ぶる恵比寿だ。さあ、魚を持ってこい。と命じ、美しい女房たちが現れて、東踊りを始めた。女房たちが歌いながら、二三度踊ったかと思うと、狐の姿へと変わり、たちまちに消え失せた。するとさすがの金時も酔いが覚め、使命を思い出して去ろうとした。しかし、牛御前は日の熊に、金時を討ち取れ、と命じ、その場で再び戦の火蓋が切られた。金時が隠していた軍勢と四天王をはじめとする軍勢が時の声を上げながら攻め込んできて、牛御前の軍勢はちりぢりになり、この時日の熊も金時によって撃たれた。こうして牛御前はついに荒須崎と二人だけになってしまった。牛御前は入間川に分け入ると、身の丈10畳、約30メートルもの巨大な牛に変化し、都の軍勢に向けて川の水を吹きかけて溺れさせた。また荒須崎は屈強な兵を7、8人ほどひっつかんだまま隅田川に沈み、その一年は雷となって都に向かって飛び去った。頼光たちはこれを見て、前代未聞のありさまだと都に向かって逃げ帰った。そうして牛御前の一年は天に通じて長雨となって降り注ぎ、民の嘆きとなった。その後、荒須崎夫婦は須崎明神として祀られて、今でも8月8日には神事をなすようになった。また入間川には時折牛の姿の牛御前が現れるようになったのだということである。